皆さんこんにちは。集計記です。今日は医事学会を揺るがしている意外すぎる新事ことについてお話しします。皆さんは大小方針のワクチンと聞いて何を思い浮かべますか？痛い地震をたぐためのものでしょ？そう思うのが普通ですよね。しかし今、世界中の科学者が注目しているのは全く別の効果です。それはこのワクチンが現代医学最大の難問の一つ、認知症のを削ぐかもしれないという仕事です。2024年から2026年にかけて発表された最新の研究で、他はこれが単なる偶然ではないことを示唆しています。今日はその驚きの仕組みと最新情報をお伝えします。まずは背景について解説します。まず基礎知識です。対症方針は子どもの頃にかかった多レボ層のウイルスが神経の中に潜伏し、免疫地下で暴れ出す病気です。一方の認知症、特にアルツハイマー性は脳にゴミがたまることで起こると言われてきましたが、今年ある説が支持を集めています。それがウイルス感染炎症説です。潜伏していたウイルスが再覚醒化しようとする際、脳に慢性的な炎症を引き起こしているのではないかというお題です。もしウイルスが脳の老化を加速させているのなら、ワクチンで封じ込めれば認知症もたげるのではないか。これが最新の仮説です。次に具体的なデータを見ていきましょう。特に注目を集めたのは、イギリスのオックスフォード大学などが発表した大規模な調査です。ウェールズで行われた強度の高い解析では、古いタイプのワクチンを接種したグループは受けなかったグループに比べ、その後の7年間で認知症の診断率が約 20% も低かったのです。さらに驚きなのは、現在主流となっている新しいワクチンシングリックスです。2025年にかけての報告では、従来のワクチンよりもさらに高い効果が示唆されました。従来のワクチンを打った人と比べても、さらに 17% も認知症の発症を遅らせる可能性があることが分かってきたのです。これは医科学会にとって巨大な希望となりました。続いて驚きのメカニズムを解説します。なぜ効くのでしょうか？一つ目の理由は、ワクチンがウイルスを強力に抑え込み、脳内での慢性現象を防ぎ、神経細胞がダメージを受けるのを使い止めているからです。二つ目の理由は、最新のワクチンに含まれるアジュバントの力です。実はこの成分自体が脳の免疫細胞を掃除モードに切り替え、脳のゴミを効率よく除去している可能性があるんです。同様の報告が他のワクチンでも出始めています。最後に未来への希望についてお話しします。さらに2026年にかけての最新論文では、すでに軽度の認知機能地下がある人や認知症と診断された人に対する効果も示唆されました。均衡を枯らせるという治療的な側面も期待され始めています。いかがでしたか？50歳以上の方にとって対症方針自体の痛みや後遺症を下げるメリットは非常に大きいです。その上で、将来の脳の健康まで守れる可能性があるとしたら、これは検討する価値が十分にありますよね。自治体の助成が出る場合もあります。気になる方は医師に相談してみてください。医学の常識は日々塗り替えられています。今日の驚きが明日のあなたの健康を守る第一歩になるかもしれません。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価をお願いします。